ってらっしゃい。しばしさらばじゃあれ。着いたホテル。ここです。今日のホテルです。ということで、チェックインまでね、まだ時間があと3時間くらいあったので、さっきのホテルから歩いて成田空港に戻ってます。歩けるっていいね、すごいね、なんかね。たった10分で。はい。なのでお昼ご飯食べたり、ブラブラしたりしてラストデイを空港で過ごそうと思います。初めてこんな近くで空港の道路を通った気がする。結構刺激的やね。無事に第3ターミナルの横まで来ましたよ。いやね、道が結構入り組んでてね、分かんなかったんですけど、歩くとこんなね、人通らないからね、歩くとこんな感じなんだね。悪いことしてるような感じだね。第3ターミナル到着したんですけど誰もいないしすごいね。そう、あ、確かに誰もいない。見ますか皆さん、こんな感じよく実家帰るとき使ってたんですけど、こんなコーナーなかったんですよ。あそこにガチャガチャがずらーって並んでる。で、全く人いないです。これからね、第2に移ります。面白いね、この通路もまた。そう、地面柔らかい。なんか、あれもさっき言ってたけど、陸上選手が走るみたい。到着、着きました。ちょうど撮影してるのが12月の頭なので、ね、どうなるかなと思ったんですけど、意外とね、交通機関動いてますね。ただ、どうなんでしょうね、帰ってくる人は、なんか新規では帰ってこれなくなったんだったかなっていうのを言われてるので、ね、ちょっと心配ですけど、私たちが出る分には多分ね、問題がないのかな。そう信じたい。ね、あれ、イタリア帰れなかったら困るもんね。フライトはまだ、タイムとか。はい、国際線の出発搭乗口かなに来ました。あ、でもやっぱガラガラだよ、あれ。今行かないよね、誰も外にね。ちらほら人はいるんですけど、ほとんどカウンターもね、結構閉じてるところが多い印象です。着いたー。第1ターミナルです。ラーメン食べたいんだよね、あれ。豚骨ラーメン食べたい。豚骨？豚骨派？俺は塩派。醤油じゃなくて？うん、塩派。マジか。ああ、だからここがお土産くらい空いてますけど、あ、でもあっちの方、なんか、このお寿司屋さんはやってて、あ、上もある、あと、とんかつサボテンもやってる。あそこになんかお寿司屋さん昔あって行ったんだよな。あ、閉まってる。このお寿司屋さん閉まってる。閉まってる。あ、でもここも閉まってない？ラーメン屋さん。暗っ。やっぱ動いてないと空港ってこんなに暗くなるんだね。前さ、アリタリアでこっから乗って行ってよ、俺。こっから。そう。いや、暗いな、空港も。なんか不謹慎かもしれないけど、ちょっと落ち着くけどね、この色味で。本当にいませんね、人がね。だって見て、これ出発してるフライト超少ないよ。上から2、4、6、7便しか出てないし。いやー、これが現実や。アエロフロートとジャカルタ、ホノルル、バンコク、ソウル、シェンニャン、ウラジオストク。少ないな。一応このね、モニターで明日のフライトのボーディングパスが出てきたんで、多分ね、飛べると思います。開いてた。やったね、あれ。
豚骨ラーメンのお店やってました。イエーイ、よかったね。入ろうよ。そういう豚骨。入ろう。中止中。まあちょっとやってるメニュー少なそうだけどね。入りましょう。大好きなラーメン来ましたね。豚骨醤油味玉入りだっけ。ニンニクの味、うん。美味しい。卵も作ってる。美味しい。さすがイタリア人、吸わない。ね、吸うと飛び散るけどね。特にね。そう。うまいよね、絶対。着替えたくない。あ、10点満点中何点8.5。高いね。美味しい。いいね。うん。皆さん、こんにちは。今、昼ご飯を食べ終わって、ホテルに戻ってチェックインするところです。つるところです。つるところです。ホテル着きましたね。はい、よいしょ。結構広い感じかな。ね。ただちょっと荷物全部広げるスペースないですけど。確かにね。これ動くベッドかな。ね、大きいね。8000円くらいで2人で、ね、割ったら4000だから結構格安。まあ、空港近くってなんか安いイメージ。まあトイレはこんな感じかな。昭和感あるね。悪くないね。そう、クローゼット。あ、そうだね。ここでやったらいいかもね。肉パスタっぽいのもある。あ、ほんと。でも、あれは嫌だ。え？パスタが嫌だ。あ、わかんないけど、なんか写真で。多分いっぱい入ってるんじゃないね。まだ公式サイトで見てるけど、電報そういう。で、なんかね、ちょっと高くて1人5000円なんですけど、まあ、20% オフのこのディスカウントが宿泊者様限定であるみたいので、これを使って1人4000円にして食べようかな。俺ら最後のディナーだからいいよね。そうよ。最後のディナー、今年最後のディナーで一緒の。最後の晩餐。今年最後の晩餐。ね、夜景もめっちゃ綺麗です。夜景？あ、夜景見える？あ、夜景か。夕暮れかと思ってる。夜景が見えるってやっぱり見える。夜景はそうですね、見えますね。明かりがあれば、で、高いところにいれば見えますけど。はい。なんかめちゃくちゃ美味しそうなのがいっぱいありますよ。コーヒーゼリーに、ショートケーキ、アップルパイ。いやー、すごい。ね、チョコレートフォンデュもあるよ。フルーツもあるし。これがね、和牛のステーキで超美味しそうで、あれのやつ盛り付け上手だね。ありがとう。中華。いや、これは卵、なんか茶碗蒸しみたいなやつじゃない？わかんないけど。美味しそうだね、全部ね。これはかぼちゃのチップスで食べる。ああ、そうなんだ。食べてみて。いただきます。お、めっちゃした。あ、かぼちゃのクリーム。へえ。第2陣で、この中で一番ね、食べてみたいのはこの野菜のチーズがけかな、チーズフォンデュで。第3陣はさっきアレさんが飲んでた北海道カレースープと、あ、北海道？そう、クラムチャウダーとイクラとサーモンの丼です。おしゃれだね。卵焼きの方。まあ、次にサーモン。まろやか。苦手なオクラもだって。苦手なイクラもいいの？いや、ちょっとね。俺、自分がイクラ嫌いなことを忘れてた。さっきまで。やっぱり嫌い？好きではない。好んで食べないからって感じ。じゃあ、置いといていいよ。俺だけサーモン2個もらったよ。オッケー。
はい、部屋に戻ってまいりました。美味しかったです。もうお腹パンパンではち切れそうです。であればビールを買ってきて今冷蔵庫に入れてます。まだマスクしてたの？後で飲みます。ちょっとこれから仕事します。これあれだ。ガムの梅の味がする。梅じゃない？美味しい。梅だよ、梅だよ。ガムの梅だよ。ガムの梅。ガムの梅知ってる？わかる？いや、苦手だ。あんまり好きじゃないやつ。明日のね、帰る時間見てたんですけど、多分8時半のやつに乗ればいいのかな。ね、11時フライトだからね。はい。さっさと飲んで寝ましょうか。皆さん、おはようございます。イタリア帰国日の朝です。はい、完全に寝起きです。これから準備していきます。はい、これからチェックアウトして空港に向かいます。荷物もね、ちゃんと全部入りました。レッツゴー、多分。これもない。シャトルバスで移動します。ちょっと寂しいね、あれと別れるのはね。って言ってもほんの数週間ですけど、数ヶ月ですけど。ゴー。何？すごいノリが。レッツゴー。到着しよう。ごめん。到着しました。入りましょう。いいね、そのカゴね。軽くなるね、一気に。ここからかな、入るの。中央口だよ。北口だったよね。まあ、ここから入ろうか。入場。あるよ。あれのフライトはあるでしょ。アムステルダムある。帝国って書いてあるよ。26。26ってどこだ？ 26？ 26？ 20かな。でも片手で持てるくらいだから20くらいかも。20もいかない気がする。はい。意外と軽いかも。もともと。お、ちょうど20。すごい。いい感覚ね、掴んだね。次。一番の問題がこれなんですよ。片手で。これは25。片手で持てたら大丈夫なんじゃない？ 25。 27じゃん、全然ダメや。4キロくらい落とさないと。4キロ、まあ。23点。3キロぐらいだから。こっちにちょっと入れようか。こっちにちょうど。入れようね。無理だよ。主にこんな。あ、じゃあそっちはちっちゃい方に。これは何キロまでだっけ？今自動チェックイン中です。すごいですよね。この自動手荷物預け機っていうのがあるんですね。僕まだ使ったことないです。頑張ってる。自動だったね。自動だったけど、もっと時間かかる。普通のやつより。すごいよね。でも全部自動になってるってね。もうこれでグランドスタッフの仕事がなくなりますね。あ、本当。スムーズにできた？面白いね。なんかもう無人だね、ほとんどね。結局まあ、わからないこと言うから、聞かなきゃいけないけどね。タリーズコーヒーに来ました。ここにする？いや、いいね、空いてる。このフロアってなんていうのかな？フロア。バックドロップ。バックドロップってやばい。ロビー？ドロップオフフロア。トイレどういうこと？何来たトイレって。やばい。来たコーヒーだよ。なんなんトイレって。トイレがここに来るわけないじゃんね。あればそれだって。トイレね。出発の時間です。そしてですね、私はもうちょっと日本にいますので、そうよ。数ヶ月アレさんとは離れ離れになります。ずるいね。ちょっと日本楽しもうかな。本格的にね。まあでも泣くとかだってもう次会うの分かってるから泣きませんよ、わざと。はい。
いってらっしゃい。しばしさらばじゃあれ。頑張ってー。頑張ってー。